今回はですね、ボラの卵でからすみを作っていきたいと思います。まずはですね、竹串でこんな風に血の筋をですね、中心の方に集めていきます。血抜きをすることで生臭くないからすみが出来上がります。コツとしてはですね、左手で卵の皮を剥らして、で、竹串で押しやる感じですね。この時に注意するのが、卵の皮を破いてしまわないことですね。ちなみにボラコの中でもキリコって呼ばれていて、少し皮が破けてしまっているものがあるんですね。それは価格が安く取引されています。だいたい卵の真ん中の筋のところに集まってきたら、今度それを抜いていきます。あとはですね、どうしても抜きづらいところはですね、血が固まってたり、そういうところは串を刺しておくと自然と抜けやすくなりますね。そしたらですね、さらにしっかりと血抜きをしたいので、1日ほど水につけておきます。その時は冷蔵庫に入れといてください。はい、1日経ったものがこちらです。だいぶ血が抜けてますよね。見てわかるように赤いところがなくて、黄色く綺麗な状態になってます。次はですね、塩に漬け込んでいきます。この時に天然塩をなるべく使った方がいいですね。高級塩でなくていいので、天然塩でやってみてください。塩の入れ方なんですけど、意外と適当で大丈夫です。塩の入れ方よりも次の日になると水がすごい出てくるんで、その水を捨てることの方が重要だと思います。なので次の日になったらまた水が出てくるんで、またこういう風に塩をして、でまた水を捨ててという繰り返しを水が出なくなるまで繰り返してください。だいたい1週間ぐらいはかかると思います。でこれが次の日のボラコですね。だいぶ水出てますよね。塩も面影がありません。なのでここにまた水を捨てて塩を足していきます。一度麺機から出してやり直した方がしっかりとした塩漬けになると思います。こんな風にですね。でこういう赤いところは塩が当たってなかったんですね。なので今度は当たるようにして麺機に入れてってください。でこれが3日目ですね。だいぶ水の出方は減ってますけど、まだ出てますよね。これを捨ててもう一回塩漬けをやっていきます。塩も結構残ってますね。でこれが5日目ですね。ほとんど水が出なくなっててないですよね。でからすみ触ると中心がすごい硬くなってるんですね。それまでは真ん中が柔らかいんですけどカッチカチです。これで完成になります。今度はこれを一旦水に落として塩抜きをしていきます。最初はこんな風に流水で塩を流しちゃってください。である程度全部塩が流れるまで水で流しちゃって大丈夫です。洗い流してもボウルの底に塩が溜まってるんですね。その塩を流すためにボウルから水を流して水を取り替えてください。流水で塩分を抜いてってもいいんですけど、結構時間かかるんで水を張ってそのまま冷蔵庫に入れといてください。そしたらだいぶ塩は抜けてきます。目安としてはこう触った時にさっき芯がありましたよね。それが戻ってくんですね。柔らかく。それがほんの少しだけ芯が残ってるぐらいまで水で戻してください。それが目安です。完全に戻っちゃってもいいんですけど、少し芯が残ってても大丈夫です。この時にあまり塩抜きしないと最終的にしょっぱいからすみになっちゃうので、本当に完全に戻しちゃってもいいです。私としては少し芯が残ってた方が日持ちもするので、そのぐらいをいつも目安にしています。今度はここに白ワインを入れていきます。今回は白ワインなんですけど、日本酒でも焼酎でも大丈夫です。どうしてお酒を入れるかと言いますとですね、香り付けと防腐効果で入れます。私のお店は飲食店なんで全て白ワインで満たしてしまうんですけど、もし家庭だったりとかあまりお金をかけたくない場合はお酒とお水を半々で割っても大丈夫です。結構このお酒の種類で最終的な香りが変わってくるので、いろいろと試しながらやってみてください。それで表面が出ないようにこういう風にペーパータオルですね、これをかぶせて浸しといてください。
で、大体どのぐらいつけるかっていうと、3日ぐらいはつけた方がいいと思います。1週間ぐらいつけたこともあるんですけど、最低でも3日ぐらいはつけといてください。この作業でもカラスミに残っている塩は多少は抜けていきます。確実なのは前の作業の水で塩分を抜くことが一番ベストだと思います。そして白ワインに3日間つけたものがこちらになります。一度この白ワインをですね、しっかりと切っておきます。次は干していく作業になります。よく干物なんかを干すようなカゴですね、カゴの網なんかでも大丈夫だと思います。今回はこの麺機に乗せてなるべく平らにして干していきたいと思います。なんで平らにするかっていうと、やっぱり平らで薄い方が干し時間も短くて済むので、平らにして干していきます。なるべく昼間は外で風通しの良い陰干しにしてあげてください。夜は夜露が出るので一度しまいます。なるべくこまめに裏と表を返してあげてください。そうすることで平均的に均一に干すことができます。日に当たってた方は乾いてるんですけど、裏に返すとこんなにしっとりしちゃってます。だいぶ干せてきましたね。夜は冷蔵庫に重しをしてしまっておきます。こんな風に麺機を乗せて重しをして、で冷蔵庫に入れておきます。そうすることで形が薄くなって綺麗な形が形成されます。干す目安なんですけど、こういう風に触ってみて真ん中がまだ柔らかいですよね。こういう柔らかくて半熟のような状態でもいいんですけど、私としてはもう少し硬くしたものを提供したいので干していきたいと思います。触ると大体どのぐらい干せてるかっていうのが確認できると思います。あとは干す場所がない場合は扇風機の風なんかを当てても大丈夫です。そしてですね、こういうふうに焼酎を途中で塗っていきます。なんで塗るかっていうと、これは防腐効果ですね。カビなんかが途中で生えてくる可能性があるので、25度以上の焼酎なんかを塗ることによってカビ止めですね。だいたいこれで5日ぐらい干したものですね。ほぼ完成になります。基本的には皮を剥いて食べるんですけど、出来たてって皮が剥きづらいんですよね。なので少し置いたら皮は剥きやすくなります。あと真空パックの機械にかけたりするとすぐに皮は剥きやすくなりますね。べっこ色でかなりの上物のカラスミが出来上がりました。保存方法なんですけど、この最後までついていたこの腹の部分ですね、ここに油がついているので保湿効果を兼ねて卵に塗ります。そうすることでしっとりとした状態を保ったまま保存できます。一番ベストなのは真空パックなんですけど、もしない場合はラップに包んでタッパーに入れて冷蔵庫に入れとけば 2,3 ヶ月は十分持ちます。そしたらですね、切り出していきたいと思います。今回は炙ってしまうので皮は剥かなくても大丈夫です。今回の工程で結構水で戻しましたよね。なので結構厚く切っても全然しょっぱくない優しいまろやかな甘みのあるカラスミになっています。どのぐらい干すかは好みなので、中心が少ししっとりとしているものだったりとか、中までしっかりガチガチに干したものだったりとかは使う用途によって干し方を変えてみてもいいと思います。さっと炙っていくんですけど、お店ではバーナーでさっと炙っていきます。もしご家庭の場合はガスコンロだったりとか魚焼きグリルですね、あの辺を温めておいてさっと炙ってもいいと思います。この炙り方もさっと炙るのとしっかり炙るのではだいぶ食感だったり味わいが変わってくるので、いろいろと試してみてください。和食では一般的に大根と合わせるのが定番ですね。からすみ大根です。はい、外はカリッと中はもちっとしたからすみ大根が出来上がりました。美味しく作るコツはしっかりと手をかけてあげることがポイントだと思います。ご視聴ありがとうございました。